皆さん、こんにちは。ポッドキャストの第2回へようこそ。今日は、あなたの性格をよく表す7つの小さな行動というテーマでお話します。最後まで聞いていただきありがとうございます。私は妻が密かに靴下をどこかに隠していると思っていました。洗濯の日に、靴下がなくなることを何ヶ月も見てきて、そう思いました。毎回、洗濯をするたびに靴下が2、3枚なくなります。妻が取っているのです。妻は、終わったら戻す、と言いますが、私の靴下はなくなっています。まるで消えたように。毎週、妻が私の靴下を1、2枚取っているのを見ています。彼女は自分の靴下もなくします。靴下がなくなった後、私は探しますが、どこにもありません。全く見つかりません。でも、靴下は簡単に買えるので、私は気にしません。それが妻の変な癖です。意味がないけど、大したことではありません。でも、このことから考えました。小さなことが私たちの性格をよく見せているのではないか？普段、何気なくしていることが、私たちを表しているのではないか？これから紹介する7つの小さなことが、あなたがどんな人かをよく示しています。それは、靴下がなくなるような小さなことから始まります。1、小さな不便への対応。妻が私の靴下をなくすと、私は何でもないことのように気にしません。大したことじゃないです。そして正直、私はそれが好きです。だって、誰もがそうじゃないですから。私は落ち着いています。完璧ではないけれど、リラックスしていて、気楽です。でも、誰かはほんの少しの不便で一日を台無しにしてしまうことがあります。鍵が見つからない。朝のコーヒーをこぼす。そうすると突然、世界の終わりのように感じます。あなたが小さな不便にどう反応するかは、あなたの感情の状態をよく表しているかもしれません。あなたはそのまま受け流せますか？それともそれでイライラしますか？ 2. 小さな親切にありがとうというかどうか。誰かがドアを開けてくれるときや、バリスタがあなたのいつもの注文を覚えていて、頼む前にコーヒーを渡してくれるときがありますよね。その瞬間にどう反応するかが大事です。ありがとう、と言いますか？それとも、何も言わずに通り過ぎますか？このような小さなやりとりを忘れがちですが、どれだけ感謝の気持ちを表現するかは、あなたの性格をよく示します。小さなことでもありがとうという人は、周りの世界に気づいていて、地に足がついています。そういう人たちは素晴らしいです。結局、シンプルなありがとうは大きな意味を持ちます。それは謙虚さや感謝を示し、あなたがその瞬間に存在していることを意味します。3. 遅い Wi-Fi への反応。遅い Wi-Fi デジタル時代で最も共通の不満の一つかもしれません。確かにイライラしますよね。でも、それはテストでもあります。私はダイヤルアップの時代を覚えていますが、若い世代は今の Wi-Fi の便利さを理解していないでしょう。遅い速度の時、
一部の人は怒ってページを更新します。指を不満そうにタップして、ルーターやプロバイダー、宇宙、AT&T やコムキャストを責める準備をしています。他の人は冷静に待つか、他のことをしながら読み込みを待ちます。でも、実際 Wi-Fi の問題ではなく、コントロールできないことにどう対応するかが大切です。冷静で適応力がありますか？それとも小さな技術的な問題で動揺してしまいますか？ 4. 間違ったコーヒー注文への反応、または食べ物の注文。ラテを注文して黒いコーヒーを渡されたことはありますか？あるいはアイスコーヒーを頼んだのにホットが来たこと。あなたはどうしますか？冷静に訂正をお願いしますか？それとも黙って間違った飲み物を飲みながら不満を募らせますか？正直に言うと、私はそのまま飲みますが、何も言いません。多分、言うべきかもしれませんが、どうなんでしょう。でも、どちらにしてもそれは私のことを示していますよね。もしかしたら、あなたは反対側かもしれません。怒って返金や保証を求めますか？そこまで言ってほしくはありませんが、このようなエラーに対して狂ったように反応する人の TikTok 動画を見たことはありますよね。あまり楽しくない人たち。それでも、間違ったコーヒーや食べ物の注文にどう対処するかは、あなたの感情的成熟度を示すことができます。5. 他の人をどれくらい邪魔しますか？会話はダンスのようなものです。リズムがあります。時々、人々は会話の中で互いに邪魔をしてしまいます。これは簡単に起こります。特に自分が興奮していたり、重要なことを言いたいと思っているとき。実は、私は ADHD があるため、これにずっと苦しんでいます。子供の頃、私はよく人を邪魔していましたが、今では会話の中で他の人が話している間、黙って自分に、黙れ、と言い聞かせています。正直に言うと、私はこれを神経発達の違いのせいだと思っています。私は人を邪魔しませんが、邪魔しないようにするためには自分に積極的なエネルギーが必要です。もしあなたが私のように ADHD を持っていれば、私が言っていることがわかるかもしれません。でも、ここで重要なのはこうです。どれくらい他の人を邪魔するかは、あなたが他人をどれだけ尊重しているかを示すかもしれません。あなたは理解するために聞いていますか？それともただ自分の番を待っているだけですか？もし常に他の人を邪魔してしまうなら、それはあなたが自分の声の方が相手の声よりも興味があるというサインかもしれません。そうだとしたら、良くないですね。6. あなたのサービス業の人々への接し方。レストランにいるとき、美容院で髪を切ってもらうとき、またはスーパーで買い物をするとき、サービスを提供してくれる人々への接し方は、あなた自身を表します。これは私が熱心に思うテーマです。もしサービス業の人をひどく扱うなら、それはあなたの恥です。ウェイターの目を見て、ありがとう、と言いますか？それとも彼らの存在をほとんど無視しますか？実際、あなたが助けてくれる人をどう扱うかは、
あなたの共感や気配りを多く示しています。7、困った時に自分にどう話すかうまくいかない時やわからない時、最初に自分に何て言いますか？私はバカだなと思いますか？それとも、大丈夫、なんとかなるよ。まだ始めたばかりだし、勉強中だよと思いますか？特に失敗した時やイライラした時、自分にどう話すかは自分の自信を表します。ちょっとしたことで自分を責めすぎると、自分に厳しすぎるかもしれません。でも、自分に優しくできるのは強い心の証です。私はこれを自分に言い聞かせていますし、あなたにも同じように思ってほしいと思いました。その思いは、あなたの心の声はあなたを元気にすることも、逆に落ち込ませることもできるということです。自分に話す言葉を大切にしましょう。小さな瞬間、大きな性格。なくした靴下のように、小さな瞬間や行動は最初は大したことないように見えます。でも、それが積み重なると、あなたがどんな人かが見えてきます。大きな出来事だけでなく、毎日の小さな行動もあなたの性格を作ります。それがあなたについて、もっと多くを語っています。次に靴下を失ったり、Wi-Fi が遅かったり、間違ったコーヒーをもらったりしたとき、どう反応するかを考えてみてください。最終的に、あなたの性格は大きなことではなく、小さなことから作られます。